ねえねえ、サムネイル見たわよ。オスがメスに寄生する生き物って何？オスがメスに餌をくれとか言ってこと？知りたい？知りたいでしょう。第1問だ。そのクイズだからこの後すぐにやってみて。最初からすごいクイズね。他にはどんなクイズがあるのかしら？今回のタイトルはこちらです。オスがメスに寄生、驚きの繁殖方法、独特な眠り方、驚異的な狩猟技術、厳しい決断、砂漠の生存者、最も高価な香辛料、成長速度、この中で最速は誰？双子の運命、危険な安全確認、特定の方向で食事、コンクリートを食べる、水をかけるチンチョ。いつもより盛りだくさんね。大丈夫？任せといて。それより自己紹介しないと。私はメルミです。私はマルミです。それではスタート。第1問。さてマルミ、この問題を解けるかな？この生物は深海に生息します。この生物の仲間にはオスがメスに寄生するものがあります。寄生したオスは成長するとメスの体に完全に吸収されてしまいます。さてこの生物は何でしょう？ A. シーラカンス、 B. ディープシーマーメイド、 C. アンコウ。シンキングタイムスタート。難しいな。でも A のシーラカンスは深海にいるけどこんな習性聞いたことないし、 B のディープシーマーメイドは架空の生物だよね。だから C のアンコウかな。正解。 C のアンコウだよ。アンコウは深海に生息する魚で、アンコウの仲間には繁殖方法が非常にユニークなものがあるんだ。へえ、詳しく教えて。寄生タイプのアンコウはね、オスがメスを見つけるとその皮膚に噛みついてしまうの。そして時間が経つにつれてオスはメスの体に完全に吸収されてしまって、最終的には生殖器だけがメスの体に残るの。オスは自分の体のほとんどを失ってしまうけれど、これによって深海という過酷な環境下でも確実に繁殖を行うことができるんだ。すごいね。自然は本当に不思議だね。でもなんでそんな繁殖方法になったの？深海はとても暗くて広いから、一度見つけたパートナーを失わないようにするためだよ。食料も少ないし、他の生物と出会う機会も限られているから、一度見つけたパートナーと最大限に協力して生き延びる戦略をとっているんだ。実はこのような寄生繁殖はアンコウの中の一部の種にしか見られない特徴で、生物学の中でも非常にユニークな現象とされているんだ。なるほど。生存戦略としてはすごく合理的なんだね。アンコウの世界は思った以上にドラマティックだね。第2問。このクイズはね、マルミ、海の中で非常に独特な繁殖方法を持つ生物についてだよ。この生物は優雅な見た目とは裏腹に繁殖において得意な役割分担があります。なんとメスではなくオスが卵を保護し孵化させるのです。これにより多くの子孫を成功させる戦略をとっています。さてこの海の中のダンサーは何でしょう？ A. クマノミ、 B. タツノオトシゴ、 C. マンボ。シンキングタイムスタート。クマノミも特徴的だけど、オスが卵を孵化させるっていうのはタツノオトシゴの特徴だよね。マンボウは全然違うし、だから B のタツノオトシゴ。正解。 B のタツノオトシゴだよ。タツノオトシゴはオスが腹部にあるポーチで卵を保護し孵化させる非常にユニークな繁殖方法を持っているんだ。タツノオトシゴのオスがなぜ卵を孵化させるの？タツノオトシゴのこの繁殖方法は子孫の生存率を高めるための進化の結果だよ。オスが卵を保護することでメスはより頻繁に卵を産むことができ、またオスの腹部ポーチ内で卵を孵化させることで幼体はより安全な環境で成長することができるんだ。この方法によりタツノオトシゴは他の多くの海洋生物と比べて高い子孫の生存率を実現しているんだよ。すごいね。
タツノオトシゴって本当に独特な生き方をしているんだね。タツノオトシゴはその繁殖方法だけでなく、体の形や動き方も含めて海の中で非常にユニークな存在なんだ。彼らの優雅な泳ぎ方はまるで水中をダンスしているようにも見えるよ。タツノオトシゴのこともっと詳しく知りたいな。彼らの生態って本当に面白いね。第3問。次のクイズは海上でのユニークな眠り方を持つ動物についてだよ。まるみ、この動物は海中の一定の場所で静かに浮かびながら眠ることで知られていて、その方法は種を超えて観察されている。一部は体を安定させるために自分たちの環境を活用する独特な方法を取り入れています。さて、この海上で特別な眠り方をする動物は何でしょう？ A、 イルカ、 D、 ラッコ、 C、 マナティー。シンキングタイムスタート。イルカは睡眠中も一部の脳を覚醒状態に保ちながら泳ぎ続けるよね。マナティーも水面近くでのんびりと眠る姿を想像できるな。でも環境を活用する独特な方法ってやっぱり B のラッコかな。海藻に絡まって流されないようにするって聞いたことがあるから。正解は B のラッコだよ。ラッコは海上で眠る際に海藻や仲間と手をつなぎ合うことで流されることなく安定して眠ることができるんだ。この習性はラッコ特有のもので、彼らの社会的な結びつきと環境適応の賢さを示しているよ。ラッコが手をつないで眠るのは安定性だけじゃなくて結びつきを強めるためなんだね。その通り。ラッコのこの行動は彼らがどれだけ社会的な動物であるかを示しているし、自然界で生きるための彼らなりの工夫でもあるんだ。海藻を利用することで彼らは安全に、そして快適に休息を取ることができるようになっているんだよ。ラッコって本当に賢いし仲間意識も強いんだね。彼らの生活にはまだまだ学ぶべきことがたくさんあるみたい。第4問。さてまるみ、次は空高く舞う生物に関する問題だよ。この生物は非常に鋭い視力を持ち、高速で飛行しながら獲物を捕捉することができます。また特定の種では最大時速 300km 以上で急降下することができ、これにより空中で獲物を捕らえる驚異的な狩猟技術を持っています。さて、この生物は何でしょう？ A、 オオワシ、 B、 ハヤブサ、 C、 カモメ。シンキングタイムスタート。カモメは獲物を空中で捕らえることもあるけど、時速 300km 以上で急降下するっていうのは聞いたことないな。オオワシも迫力あるけど B のハヤブサがそういう狩猟技術に合ってるかな。大正解。 B のハヤブサだよ。ハヤブサはその驚異的な速度で知られ、空中での狩猟技術は鳥類の中でもトップクラスだよ。ハヤブサってどうやってそんなに速く飛べるの？ハヤブサの体は高速飛行に最適化されているんだ。特にその翼は細長くて尖っていて、空気抵抗を最小限に抑えることができる形状をしている。そして急降下時には体を弾丸のような形にして、さらに空気抵抗を減らすんだ。このようにしてハヤブサは非常に高い速度で獲物に襲いかかることができるんだよ。すごいね。でもそんなに速く飛べると獲物を捕まえた瞬間に衝撃で怪我しないの？ハヤブサは獲物を捕まえる際にも独自の技術を持っているよ。足の爪を使って獲物を捕らえ、その衝撃を上手に吸収するんだ。またハヤブサは非常に鋭い視力を持っており、高速飛行中でも獲物の動きを正確に捉えることができるんだ。自然の中の生物って本当にそれぞれが素晴らしい能力を持っているんだね。ハヤブサの話を聞いてもっと自然について学びたくなったよ。第5問。まるみ、次のクイズは自然界の厳しい選択に関するものだよ。あるペンギンの種は通常2つの卵を産むけれど独特な習性があります。このペンギンは産んだ卵のうち最初の1つをしばしば巣から排除し、
残った一つだけを育てることが知られています。この行動は生存競争の激しい環境の中でより強い子孫を育てるための適応戦略と考えられています。さて、この決断をするペンギンは何でしょう？ A、エンペラペンギン。 B、シュレーターペンギン。 C、リトルペンギン。シンキングタイムスタート。エンペラーペンギンやリトルペンギンも有名だけど、最初の卵を捨てる習性については聞いたことがないな。だから B のシュレーターペンギンかな。ニュージーランドの特定の地域で見られるその行動、どこかで読んだことがある気がする。正解。 B のシュレーターペンギンだよ。彼らは最初に産んだ卵を巣から排除することがあり、これは非常に厳しい自然環境の中での生存戦略の一部と考えられているんだ。なぜシュレーターペンギンはそんな決断をするの？この行動の背景には、限られた資源の中で最も健康で生存可能性の高い子孫を育てるという自然界の法則が働いているんだ。最初の卵を巣から排除することで、親鳥は残った卵に全ての注意と資源を集中させることができ、結果として子孫の生存率を高めることができるんだよ。自然は時に厳しい選択を迫られるんだね。シュレーターペンギンの親鳥にとってはとても難しい決断だろうけど、それが子孫を守るための方法なんだね。第6問。まるみ、次の問題に挑戦してみよう。この生物は砂漠での厳しい環境に適応しており、極めて限られた水源を見つけ出す驚くべき能力を持っています。彼らは朝露を体に集めることで水分を確保し、さらには砂の中の湿気からも水を得ることができるんだ。さて、この砂漠の生存者は何でしょう？ A、サボテン。 B、ナマコ。 C、カメレオン。シンキングタイムスタート。サボテンは砂漠で水を蓄えることで知られているけど、朝露を体に集めるっていうのは聞いたことがないな。ナマコは砂の中の湿気っていうよりは海にいるイメージだし、だから C のカメレオンかな。正解は A のサボテンだよ。サボテンは砂漠で生きるために非常に独特な方法で水分を確保しているんだ。サボテンがどうやって朝露を集めるの？サボテンはその表面に特殊な構造を持っていて、朝の露を効率よく体に集めることができるんだ。さらにサボテンの根は広範囲にわたって地中深く伸び、わずかな水分も見逃さないようになっている。これらの戦略により、サボテンは砂漠という過酷な環境でも生き延びることができるんだよ。へえ、サボテンって本当に賢い生き方をしているんだね。そうだね。自然界には生き物が生き延びるための知恵がいっぱい詰まっているんだ。サボテンのように環境に適応するために独自の方法を開発している生き物は他にもたくさんいるよ。自然って本当にすごいね。サボテンの話を聞いて、環境に合わせて進化していく生き物の力に改めて驚かされたよ。第7問。次のは植物の問題だよ。この植物は世界で最も高価な香辛料を生産しますが、それはこの植物の特定の部分からのみ得られるんだ。さて、この植物は何でしょう？ A、ラベンダー。 B、サフラン。 C、バニラ。シンキングタイムスタート。バニラかな。香りがとてもいいから高価なのかなと思って。実は違うんだ。正解はサフラン。バニラも高価な香辛料の一つだけど、サフランが最も高価なんだよ。サフランってそんなに特別なの？詳しく教えて。もちろん。サフランはクロッカス属の植物で、特にクロッカスサティバスから得られるんだ。この植物のめしべの部分が使われるの。めしべを乾燥させたものがサフランで、料理に深みと色を加えるのに使われるんだよ。めしべだけ使うの？そうなんだ。そして
サフランを採取するのはとても手間がかかる作業なんだ。1g 生産するために160輪の花が必要で、全部手作業で収穫されるんだ。だからサフランが非常に高価になる理由はこの労力と必要な花の量にあるんだよ。ああ、そんなにたくさんの花から？すごい手間ね。でもそれで料理が美味しくなるなら価値があるのかも。まさにそう。サフランはリゾットやパエリアなどの料理に使われることが多いけど、少量で大きな違いをもたらすんだ。色、香り、味の三拍子が揃っているから料理人にとっても重宝されている香辛料なんだ。へえ、そんなに特別な香辛料だったんだね。サフラン、もっと注目してみようかな。第8問。さて次の問題だけど、世界で最も早く成長する植物は何かな？選択肢はこちら。 A バオバブ、 B 竹、 C サボテン。シンキングタイムスタート。サボテンは成長が遅そうだから除外して、バオバブも大きくなるけど竹の成長速度がすごいって聞いたことがあるから B 竹かな。正解は B 竹だよ。竹は1日に最大で1メートル以上も成長することがあるんだ。それはすごいね。でもどうして竹はそんなに早く成長できるの？竹の成長の秘密は節間にあるんだよ。節間っていうのは竹の節と節の間の部分のこと。竹はこの節間が一気に伸びることで短期間で高さを増すことができるの。竹の種類によっては成長初期には夜通しで伸び続けることもあるんだって。へえ、夜通し伸びるなんて植物でそんなにアクティブなイメージなかったよ。谷も竹にはどんな特徴があるの？竹は非常に硬く強度が高いため建築材料としても使われるんだ。それに竹は環境にも優しい。成長が早いから二酸化炭素をたくさん吸収して酸素を放出する能力が高いの。さらに竹は再生能力も高いから環境に負担をかけにくいんだよ。竹ってただの植物じゃなくて環境にもいい影響を与えるんだね。新しいことがたくさん学べたよ。ありがとう、メルミ。いつでも質問してね。自然のことをもっと知れば知るほど面白いことがたくさんあるよ。第9問。さて、まるみ、今日はスピードに関する雑学クイズだよ。ダチョウ、リカオン、そしてシマウマ。これらの動物はそれぞれが驚異的な速さで知られているけれど、この中での最高速度を誇るのはどれでしょう？ A、ダチョウ、B、リカオン、C、シマウマ。シンキングタイムスタート。今日も難しい問題だね。リカオンもシマウマも速いとは聞くけど、ダチョウが特に速いイメージがあるな。でもリカオンも速そう。迷うけどやっぱりエイのダチョウで。大正解。ダチョウがここでも最速だね。ダチョウの最高速度は時速 70km 以上に達することもあるよ。それに比べてリカオンは時速約 60km、 シマウマは最高速度で時速 65km 近くまで出すことができるけど、持続性の面でダチョウには及ばないんだ。やっぱりダチョウか。リカオンも結構速いんだね。どうしてダチョウがそんなに速いの？ダチョウの速さの秘密はその強力な脚力にあるんだ。長くて強い足を使って大地を蹴り上げることで高速で長距離を走ることができる。さらに大きな体を支えながらの速さは本当に驚異的だよ。なるほどね。リカオンやシマウマも速いけどダチョウのスピードと持続力は別格なんだね。そうだね。自然界は本当に多様で、それぞれの動物が持つ能力はその生存戦略に深く関わっているんだ。今回のクイズで少しでもその魅力が伝わったら嬉しいな。第10問。まるみ、今日は自然界の厳しい現実に直面する動物についてのクイズを出すよ。この生物は双子が生まれた場合
親は非常に珍しい行動をとります。限られた資源と生存の厳しさの中で、片方の子だけを選んで育て、もう一方は育児放棄されることがあります。この選択は残酷に聞こえるかもしれませんが、種の生存戦略の一環として存在します。さて、この行動をとる動物は何でしょう？ A、カンガルー、 B、パンダ、 C、インペリアルイーグル。シンキングタイムスタート。パンダも珍しい繁殖行動で知られているけど、双子が生まれて片方だけを育てるっていうのは C のインペリアルイーグルに聞こえるな。A のカンガルーも面白い選択だけど C。 実はね、正解は B のパンダだよ。パンダは双子が生まれた場合、母親が一方の好みを育てることが知られています。自然界では母親が2頭ともを十分に育てることができるほどの資源が常に利用可能ではないため、このような行動が見られるの。動物園では飼育員が独自の対応をして両方の子を救う努力をしているんだ。彼らは母パンダが気づかないように赤ちゃんをすり替えて、2頭ともが母乳を得られるよう工夫したりね。それはどういう方法なの？飼育員は母パンダが寝ている間焼きが散っている時にこっそりと赤ちゃんを交換するんだ。この方法によって母パンダは両方の子に均等に注意を払うことができ、双子の生存率が大幅に向上しているんだよ。人間がそこまでしてパンダを守ろうとしているなんてすごく心温まるね。で、パンダのような絶滅危惧種を守るためには人間の知恵と介入が不可欠なんだ。このような努力は彼らの将来のためにとても大切なことだよ。パンダを救うための努力、もっと応援したいな。人間と動物が協力して生きていく未来って素敵だね。第11問。まるみ、次は氷の世界に生息する冒険者たちについてのクイズを出すよ。この生き物はグループで行動する際に独特な戦略をとります。彼らが新しい狩り場や移動経路を探索する際、安全性を確認するために仲間の一部を先に送り出します。この行動は捕食者や危険が潜む水域のリスクを評価するために行われます。さて、この安全のために仲間を危険にさらす生き物は何でしょう？ A、シロクマ、 B、ペンギン、 C、アザラシ。シンキングタイムスタート。シロクマやアザラシも氷の世界で生きる生き物だけど、グループで安全確認のために仲間を先に送り出すって話はペンギンについて聞いたことがあるな。特に氷の上での行動を考えると B のペンギン。正解、 B のペンギンだよ。ペンギンは氷の上や海の中での移動時に仲間の安全を確保するためにこのような行動をとります。特に海に飛び込む前には捕食者がいないかどうかを確認するためにグループからいくつかの個体が先に水に入ることがあります。なるほど。ペンギンがなぜそんな行動をするのか気になるな。この行動はペンギンが捕食者に対して持つ自然な警戒心の表れだよ。ペンギンは非常に社会的な動物で、グループ内の安全と協力をとても大切にしています。仲間の一部を危険な場所に先に送り出すことでリスクを分散し、全体の安全を確保しようとするんだ。ペンギンの社会性って本当に深いね。グループ全体の安全を考えるその賢さには驚かされるよ。ペンギンのような動物たちは生き残るために非常に賢い戦略を編み出しているんだ。彼らの行動一つ一つには生態系の中で生き抜くための知恵が詰まっているんだよ。ペンギンについてもっと学びたくなったな。彼らの生態や行動を知ることは自然に対する理解を深めてくれるね。第12問。まるみ、次は自然界の中で特定の方向を向いて食事をする興味深い習性を持つ動物についてのクイズを出すよ。研究によると、この生き物は餌を食べるときに大半が北か南を向くという驚くべき方向感覚を示します。この行動は地球の磁場を感じ取り、
それに応じて体を位置づける能力に関連していると考えられています。さて、この習性の生き物は何でしょう？ A、牛、B、ペンギン、C、ミツバチ。シンキングタイムスタート。ペンギンもミツバチも方向感覚が発達しているけど、北か南を向いて食事をするっていうのはエイの牛が一番しっくりくるかな。牛が地球の磁場に敏感だって話、どこかで聞いたことがあるし。正解、エイの牛だよ。研究によると、牛は餌を食べたり休んだりするときに北もしくは南を向くことが多いという興味深い習性があるんだ。これは彼らが地球の磁場を感じ取る能力を持っている可能性を示唆しているよ。なぜ牛は地球の磁場に反応するの？牛が地球の磁場に敏感な理由は完全には解明されていないけれど、この能力が方向感覚を高め、広大な牧草地での移動や休息の際に有利に働くと考えられているんだ。磁場を利用して体を北南に向けることで、環境内での自己位置を効果的に認識することができるのかもしれないね。へえ、動物が地球の磁場を使って生活してるなんて、自然って本当に不思議だらけだね。そうなんだよ。牛だけでなく、多くの動物が地球の磁場を感じ取り、それを生活の中でうまく利用しているんだ。これらの能力を研究することで、動物の行動や生態系についての理解を深めることができるよ。動物と地球の関係についてもっと知りたくなったな。牛の磁場に関する研究、追ってみようかな。第13問。丸み。次はちょっと変わった食事習慣を持つ生き物に関するクイズを出題するよ。人間が作った都市環境にもかかわらず、驚くべき適応を見せるこの生き物は、なんとコンクリートを食べることができます。建物の壁などコンクリートを含む構造物から必要なミネラルを摂取することで知られています。さて、コンクリートを食べるのは次のうちどれでしょう？ A、カタツムリ、 B、ネズミ、 C、カブトムシ。シンキングタイムスタート。ネズミやカブトムシも都市環境に適応してるけど、コンクリートを食べるって聞いたことないな。でもカタツムリがコンクリートや石灰質のものからカルシウムを摂取するって話は聞いたことがあるから、エイのカタツムリで。正解、エイのカタツムリだよ。カタツムリはその殻を形成または修復するためにカルシウムを必要としており、コンクリートや石灰岩からこの必要なミネラルを摂取することが知られています。カタツムリがコンクリートを食べるなんて本当に驚きだね。どうやって摂取するの？カタツムリはその下にあるような特殊な器官、ラジュラと呼ばれる部分でコンクリート表面を削り取りながら必要なミネラルを摂取しているんだ。この驚きの食事法は彼らが人間の建築物が豊富な都市環境でも生き延びることを可能にしているよ。なるほど、カタツムリって本当に生命力が強いね。人間の作った環境でもうまく生きているなんて、改めて自然の力ってすごいと思う。カタツムリのような生き物が示す適応の仕方は、自然と人間の関わりの中で生きる生物たちの知恵と強さを教えてくれるね。第14問。さて、丸み、この問題が解けるかな？ある鳥が自分の卵に水をかけて保湿する習性があるの。この鳥は一体何でしょう？ A、オオハシ、 B、ハシビロコウ、 C、ペンギン。シンキングタイムスタート。難しいな。ペンギンは寒い場所にいるから水じゃなくて雪をかけそう。じゃあオオハシで。残念、正解はハシビロコウなの。ハシビロコウってどんな鳥？なんで水をかけるの？ハシビロコウはアフリカに生息する大きなくちばしを持った珍しい鳥よ。この鳥はとても独特な習性があって、巣にいる卵や幼鳥に水をかけるの。これは
暑い環境で卵や幼鳥を涼しく保つためなの。ハシビロコウは水辺の近くで生活しているから、水をくちばしで運んで卵にかけることができるのよ。へえ、そうなんだ。でもどうしてそんな面倒なことをするの？アフリカの暑さは厳しいから、卵や幼鳥が加熱してしまう危険があるの。だからハシビロコウは自分の巣を自然のエアコンのように使って温度管理をしているわけ。この方法で卵が健康に孵化する確率を高めているんだよ。ちなみにハシビロコウは人にも慣れやすく、動物園などではそのユニークな姿を間近で見ることができるわ。なるほど、自然って本当にすごいね。ハシビロコウ見てみたいな。ありがとうメルミ。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。